皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。皆さんオープンポーズを使っていますか？今回はオープンポーズに革命的な出来事が起こりましたので、それを皆さんに紹介します。コントロールネットが新しくなって随分経ちますが、昔はオープンポーズといえば一番左上のオープンポーズしかなかったですよね。コントロールネットがバージョン 1.1 になって、オープンポーズフェイス、フェイスオンリー、オープンポーズフル、オープンポーズハンドなどプリプロセッサーの種類が増えました。元々の画像をしっかりと反映したいのであれば、オープンポーズフルを使うことが多いのではないでしょうか。ポーズ指定というのは非常に強力なツールであり、コントロールネットの中でもよく使われているツールの一つであると思います。オープンポーズフルになってかなり良くなったけれども、もうちょっとしっかりとポーズを再現したいと思われていた方もいるのではないでしょうか。私もそう思っていました。そこで本日紹介するのは DW ポーズです。これが DW ポーズのホームページになりますが、今までのオープンポーズフルと比べてかなり正確にポーズを検出してくれるようです。私には細かいプログラムなどはよくわかりませんが、ステーブルディフュージョン WebUI の拡張機能であるコントロールネットのプリプロセッサーとして使用できるようです。今回私がいろいろな画像の検証の中で確認したのですが、これは革命的な機能でした。本日はいくつかの画像を使ってその違いを検証していきたいと思います。その前に最初に導入方法について解説しましょう。導入方法はいつもの拡張機能とほぼ同じです。 DW ポーズのホームページのサイトにコードというところがありますのでクリックしてください。そしてプルダウンウィンドウの中に URL が表示されていますので、ここをクリックしてコピーしてください。サイトのアドレスバーからこのページの URL をコピーしていただいても大丈夫です。概要欄にページのリンクを載せておきます。そしていつものようにエクステンションズタブからインストール from URL を選択し、 URL for extensions Git レポジトリのところに先ほどコピーした URL を貼り付けてインストールを押してください。しばらく待つとインストールされます。インストールドのタブに行ってチェック for update、 アプライ&リスタートを押してください。注意点としては、エクステンションズの項目の中に DW ポーズという項目は出てきません。しかしコントロールネットのプリプロセッサーとして使うことができますので、いつものようにチェック for update、 アプライ&リスタートで OK です。 UI が再起動した後にコントロールネットのタブを見てみましょう。コントロールネットのコントロールタイプからオープンポーズを選択してください。そしてプリプロセッサーの中に DW オープンポーズフルが入っていればインストールに成功しています。 DW オープンポーズフルがない場合はコマンドプロンプトから再起動してみてください。それでは早速使っていきましょう。本日1つ目の元画像はこちらになります。女性が横になって胸のあたりで手を組んでいる写真です。体の全体が写っていないですし、手がクローズアップされているのでとても難しいポーズだと思います。それではオープンポーズフルと DW オープンポーズフルで違いを比較していきましょう。今回の画像の比較方法だけ簡単に解説していきます。今回使うモデルはまたもマジックミックスリアリスティックバージョン6を使います。ハイリーディテイルド&リアリスティックイメージオブプリティガール、そしてスキニーニュースキンという肌をリアルにするローラを 0.2 の強度で入れて、トリガーワードのディテイルドスキンを入れたものをベースのプロンプトにします。この続きのプロンプトはそれぞれの画像から得られるタグを追加したいと思います。当然タガーを使って元画像を読み込みます。それをコピーしてテキストトゥイメージに貼り付けるのですが、特定の服装や背景などを指定するものは削って、女性であるということや姿勢を表すものは残しておきます。適宜私の好みによって髪型なども変えていきます。そしてネガティブプロンプトに関してはいつも私が使っているリアル系のネガティブプロンプトのテンプレートを使っています。サンプルメソッドは DPM++2MSDE カラスで、サンプリングステップ数が今回は35、ハイレゾフィックスで S ルガン 4X プラスを使って2倍にアップスケールをします。デノイジングストレングスは 0.3 です。そして前回の動画でもお話ししましたが、ハイレゾフィックスに関してはお肌のローラの強度を 0.4 に強くしています。A ディテーラーで顔を補正します。画像のサイズに関しては元々の画像が横長であれば 768×512、
正方形であれば 512×512、縦長であれば 512×768 にして画像を生成します。コントロールネットですが、いつも通りコントロールネットの画像置き場に画像を入れて、イネイブルにチェック、オープンポーズを選択します。そしてこの中で DW オープンポーズフルとオープンポーズフルのそれぞれに関して火花のマークでプリプロセッサーを行った後、ピクセルパーフェクトとプレビューアズインプットにチェックを入れて画像を生成していきます。コントロールウェイトは1。その他の設定もコントロールネットのデフォルトのままです。それではここから画像を見ていきましょう。では従来のオープンポーズフルで作ったプリプロセッサーがこちら。手と体はどこに行ってしまったのでしょうか。それではこのポーズを使って画像を生成していきましょう。出来上がった画像がこちらです。かなり手の奇形が生成されたので、これでも選別が難しかったのですが、やはりオープンポーズで手の情報がないので、手の位置は自由になっていますね。それではお待ちかね、DW オープンポーズを見ていきましょう。まずはプリプロセッサーの画像がこちら。こちらに関しては、ちゃんと手の位置と体の線が入っていることがわかると思います。先ほどのオープンポーズフルとはだいぶ違いますね。右手に関しては手の指の本数も形もかなり正確に合っているような感じなので、期待が持てると思いますが、これで画像を生成してみましょう。どうでしょうか。手の情報があるので両手をクロスした絵を作ってくれそうです。やっぱり両手をクロスした絵を作ってくれました。右手に関してはかなりいい形で、手の崩れも少ない画像が生成されています。実は左手に関してはかなり難しくて、何枚か画像を生成して一番良かったのがこの画像になります。体に関してはちょっと向きが変わっていますが、全体としてはかなり良くなっているのではないでしょうか。オープンポーズフルでできた画像と DW オープンポーズフルでできた画像の比較がこちらになります。完璧ではないですが、DW オープンポーズフルの方が姿勢を正確に再現できていると思います。最初からちょっと難しいポーズを使いすぎたと思いますので、ちょっと違う画像を見ていきましょう。次の画像はこちらになります。インターネット上でお借りしていますので顔は出せませんが、この方は右目を開けて左目を閉じてウインクをしています。先ほどの画像で気づいたのですが、オープンポーズフルとの大きな違いは手の描写にあると思います。このような大きい手をしっかり描写してくれる DW オープンポーズの威力を見ていきましょう。オープンポーズフルでできたプリプロセッサー画像がこちら。やはり手の情報がなくなってしまいましたね。腕のところまではあるのですが、手のところがなくなっています。今回初めて気づいたのですが、目のところはちゃんと右目が開いて左目が閉じたような絵になっていますね。続いて DW オープンポーズフルがこちら。これかなりすごくないですか。左手の手の形や指の形までかなり正確に画像を読み取っていることがわかります。ちょっと比較がわかりやすいようにハイレゾフィックスなしで9枚ずつ画像を作ってみましたので、それぞれ比べてみましょう。向かって左側がオープンポーズフル、右が DW オープンポーズフルの画像です。もはやこれは革命と言ってもいいのではないでしょうか。左側のオープンポーズフルの方は左手が顎の下に行っているものもありますが、全く行っていないものもありますし、手の形も様々です。一方 DW オープンポーズフルの方は9枚の画像すべてで頬の下に手が行っていて、手の形も安定しています。さらによく見るとオープンポーズフルの方は両目を閉じているものが多いのですが、 DW オープンポーズフルの方はウインクをしているものが2枚、そしてウインクしかけているものが1枚、両目を開けているものが1枚と、顔の表情も変わってきているようです。顔に関してはオープンポーズのプリプロセッサーの画像を見てもどちらが良いかどうかはわからないのですが、 AI が認識するという時点において DW オープンポーズフルの方が優れているのかもしれません。これが元画像とオープンポーズフルと DW オープンポーズフルの画像の比較になりますが、手の形はもちろん体の向きに関しても DW オープンポーズフルの方が再現性が高くなっていることがわかると思います。これがもう一つの違う画像になりますが、オープンポーズフルでは全く手の情報がなくて、手が顔の近くにも来ていないのですが、
DW オープンポーズフルでは元の画像と同じように手が顔の横に来ています。そして体の線の太さや向きに関してもオープンポーズフルは元画像と違いますが、 DW オープンポーズフルでは元画像が正確に再現されています。ここからはどんどん画像を見ていきましょう。左が元の画像で、真ん中がオープンポーズフル、一番右が DW オープンポーズフルです。どうでしょうか。このポーズでも指の形とかお尻のあたりの角度などは DW オープンポーズフルの方が再現性に優れているでしょうか。強力な姿勢の矯正でバランスが崩れることもありそうですね。ポーズによってはオープンポーズフルでも良いのかもしれません。次は左のようなグラビア女性のポーズですが、タグで誘導していることもあり、かなり上手に両方ともポーズが描けています。オープンポーズフルでも十分かなと思いますが、 DW オープンポーズフルでは顔の大きさのバランス、体の細さなども元の画像に似ているような感じがしますし、手の形がより綺麗になっているような感じがあります。たまたまかもしれませんが、目の向きも元の画像と同じです。次はこの画像になります。この画像はわざと解像度の少し悪い画像を持ってきています。特に右手のピースサインの部分がかなり解像度が悪くぼやけています。右にそれぞれのプリプロセッサーの画像を示していますが、解像度が悪い場合は DW オープンポーズフルも指の形が少し違ってきています。オープンポーズフルも手の一部だけを表現していますが、ピースサインの再現という意味では今回はこちらの方が良いのかもしれません。これが出来上がった画像になりますが、やはりピースサインの方は形が崩れてしまっていますね。オープンポーズフルは2本の指を再現していますが、親指が変なところに飛び出ています。ただ左手の太ももの上の手を見ると DW オープンポーズフルは非常にうまく手の形を表現していることがわかります。改めて見るとオープンポーズというのはとても素晴らしいツールであることがわかりますね。 DW オープンポーズフルになってさらに使い勝手が良くなっていると思います。今回の動画とは関係ないことですが、マジックミックスの女の子の顔は本当に可愛いですね。エイディテイラーの方で少しローラを入れていじってはいるのですが、それにしてもとても可愛い顔ができています。今日はたくさん画像を見ていきましょう。次の画像はこちらになります。髪の毛のところに手があってかなり難しいポーズだと思います。また写真の解像度が悪くかなりぼやっとした画像でもあります。オープンポーズフルのプリプロセッサーでは両手の間に1本余計な棒が入っていて、手がどちらの手なのかという認識が間違っている感じがあります。 DW オープンポーズフルは正確に手の位置と手の形を表してくれています。これを元に生成した画像がこちらになります。ブロンドヘアとゴージャスな白いドレスをプロンプトに入れて画像を生成しました。オープンポーズフルでは両手が頭の後ろに入ってしまって手が隠れたことで自然な画像に見えています。 DW オープンポーズフルに関しては元の画像と同じような位置に手があります。手を正確に出したことにより左手が少し崩れてしまっているということはありますが、元の画像のポーズをかなり正確に再現しています。元の画像と画像サイズが少し違うのですが、全体の画像の中に入る場所に関しても正確に同じように画像を生成していることがわかります。画像をたくさん生成している方ならわかると思いますが、頭の上の右手の形などはなかなか出すのが難しい画像なので DW オープンポーズフルは素晴らしいツールだと思います。次はこちらの画像を見ていきましょう。また大きな手がある画像なので再現するのはなかなか難しいと思います。オープンポーズフルは右手は何とか認識していますが左手が消えています。 DW オープンポーズフルは両手ともしっかり認識してくれています。それでは画像を生成していきます。オープンポーズフルの方は右手だけが頬を指さしていて DW オープンポーズフルの方は両方の手が頬を指さしています。今回はプロンプトにグラッシーズ、オタク、カラードシャツ、ボタンアンダーンなどを入れています。では最後の画像がこちらになります。チアリーダーの子が大きく口を開けて両手はガオーのポーズをしていますが、これが再現できるでしょうか。オープンポーズフルと DW オープンポーズフルの棒人間ですが、どちらもかなり良いような感じがします。さて生成された画像を見ていきましょう。今回は
体の向きに関してはオープンポーズフルの方が少し合っているかもしれないですが、手が明らかに違いますね。 DW オープンポーズフルは手の形が非常に綺麗で、ぐっと指は曲がってはいないものの5本の指が綺麗に表現されています。正確性という意味ではオープンポーズフルの方が指を曲げようとしていますので、今回は正確だったのかもしれないですが、 DW オープンポーズフルは実際の見た目プラス全体の整合性を取ったりしているのかもしれないです。全体的に手の形が綺麗になる印象を受けました。今回は DW ポーズについていろいろと画像を見ながら考察しました。これは新しいコントロールネットが出て以来の革命的な変化ではないかなと思いますので、皆さんぜひ使ってみてください。いつもはっきりと違いがわかるわけではないですが、 DW ポーズは明らかに検出力に優れています。エンディングでもこの動画のために生成して本編で使用しなかった可愛い女の子の比較画像を流しますので、ぜひ最後までご覧ください。では本日のローラのコーナーに行きたいと思います。本日のローラ。今日紹介するローラはピープルカウントスライダーです。これはローラの強度を強くすると人数が増えるというローラです。ローラの強度調節と人数の増え方がちょっと難しいところがあるのですが、このローラを試していきたいと思います。いつも同じモデルでは飽きるかもしれないので、ちょっと違ったモデルを使ってみます。フォトンというリアル系のモデルを使っていきます。生成する画像は実写系の女性です。ハイリーディテイルド&リアリスティックイメージオブビューティフルガールズという形で複数形にしています。ディテイルドスキンのローラを少しだけ入れて画像を生成していきます。 512×512 の画像でハイレゾ2倍のアップスケールです。 XYZ プロットを使って比較していくのですが、ホームページを見るとこのローラは-8から8まで大きく変化させることができるようですので、まず-8から8まで調べていこうと思います。生成された画像がこちらになります。これが強度-8です。一人の女性のちょっと引きの画像になります。これがローラの強さ-7です。少し近くに女性が寄ってきました。ローラの強度-6です。もう少し女性が近くに寄ってきました。ブラが小さすぎますね。言い忘れていましたが、このローラは何もプロンプトに入れないとすぐ服を脱いでしまうので、今回ネガティブプロンプトにがっつりヌードにならないようなプロンプトを入れています。ローラの強さ-5です。かなり女性が近くに寄ってきました。数字が小さいうちは人数が変わるというよりは女性が近くに寄ってくるという効果があるようです。強さ-4です。女性が近くに来て姿勢が変わりました。強さ-3です。もう少し近くに来ましたが大きくは変わりません。顔がとても可愛いですが今回のこととは関係ありませんね。強さ-2です。また近くに寄りましたがあまり大きな変化はありません。強さ-1です。顔のドアップになりました。これがローラの強さ0です。顔のドアップで先ほどとほとんど同じように見えます。人数はずっと1人ですね。これがローラの強度1です。先ほどの0と全く同じような画像に見えます。大丈夫でしょうか。ローラの強度2です。ほとんど同じかと思いきや右端に人の影が見えます。耳のところが見えます。2人になりましたが変化が微妙すぎますね。これがローラの強度3になります。真ん中の人は変わりませんが周りに2人はっきりと人の顔が見えるので3人になりましたね。そして後ろに小さい人が何人かいますね。これがローラの強度4になります。同じ大きさの3人の女性が出てきました。これが私が求めていた人数の増え方なのですが、ローラの強度4にしてようやく出てきました。人数が2人のこのような画像も欲しかったのですが、これはシード値により運が良ければ出てくるのでしょうか。これがローラの強度5になります。前の3人の女性は同じですが後ろの観客のような人たちの数が増えているような気がします。これがローラの強度6になります。急に人が増えましたね。もう大きな女の子とかはいなくなってたくさんの人という画像になってしまいました。人数を微妙に増やそうと思ったら
4か5あたりで微妙な調節をしなければいけないのかもしれません。7も同じですね。顔は全滅ですね。これ A ディテイラーで修正したらどのくらい時間がかかるのでしょうか。予想通り8も全然変わらないですね。たくさんの人という画像です。これで終わるのもつまらないので、4や5のあたりでちょっと微妙な調整をして画像を作ってみました。ローラの強度3がこの画像でしたね。そして 3.6 になってもまだ1人。3.7 でようやく2人になってきました。次に 3.8 になるとはっきり2人の画像になりました。そして 3.9、 これも2人で上半身が出てきました。そして4で3人になりましたね。5でも3人でした。そして 5.6 でようやく4人の画像になりました。そして次の 5.7 では一気に人数が増えてしまいました。当然シード値によっても人数が変わってくるので、皆さんいろいろ試してお好きな人数を出せるように調節してください。プロンプトで人数を指定しても良いような気がしますが、プロンプトの人数指定もうまくいかないことが多いですよね。この画像は少しだけ手を修正しましたが、本日の内容に関連づけて多い人数でのオープンポーズにどのくらい差が出るかを最後に見てみましょう。こちらが画像になります。 DW オープンポーズフルは手をよく検出しており、後ろの方の細かい人まで検出しようとしていることが分かりました。元々の画像では一番右の人とその隣の人の腕が混ざってしまっているのですが、 DW オープンポーズフルではそれぞれの手がちゃんと分かれて表現されていることが分かります。オープンポーズフルでは手の表現自体がありませんので違いは明らかですね。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。この動画が役に立つじゃんと思われた方はぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。